日本の半導体産業はかつて世界をリードしていたことはご存知でしょうか。人工知能が私たちの生活を劇的に変える今、その中核を担う半導体技術において日本が再び世界の頂点に立とうとしています。2025年4月に日本の国策企業であるラピダスが世界最先端の2ナノメートル世代半導体の試作ラインを稼働開始しました。なぜ2ナノメートルという極小の世界が私たちの未来を左右する鍵となるのでしょうか。今回の動画ではラピダスが目指す2ナノメートル GAA 量産の背景や開発状況、そして日本の関連企業への影響について詳しく解説します。最後までご覧いただくことで最先端の半導体技術と日本の半導体産業復活の可能性について知ることができます。当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業を分かりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは日本が再び世界の半導体技術競争の舞台でリーダーシップを取り戻すための重要な第一歩を詳しく見ていきましょう。皆さんはかつて日本が世界の半導体市場の 50% 以上のシェアを占めていたことをご存知でしょうか。1980年代には世界市場シェアの 50.3% を占め、まさに半導体大国として君臨していました。しかし時代の流れとともにその地位は徐々に低下し、2019年には 10.0%、 そして現在では 8.2% まで下落しています。この背景には日本企業が最先端プロセス技術の開発競争において台湾の TSMC や韓国のサムスン電子に遅れを取ったという厳しい現実があります。特に7ナノメートルから5ナノメートル、そして3ナノメートルへと進化する最先端ロジック半導体の製造技術において日本は完全に蚊帳の外に置かれてしまいました。現在3ナノメートル世代の半導体を量産できるのは世界でも TSMC とサムスン電子のみという寡占状態が続いています。 TSMC は2024年に全体で年間売上高約 13.7 兆円を達成し、世界最大のファウンドリ企業としての地位を不動のものとしています。一方サムスン電子も3ナノメートル GAA 技術で先行していましたが、ぶどまりの問題から顧客離れが発生しています。ぶどまりとは半導体の基板である1枚の目刃から製造された全チップのうち品質検査に合格した良品の割合を示す言葉です。簡単に言えば100個作ったチップのうち何個が正常に動く製品になるかという生産効率を示す重要な指標になります。サムスンは当初ぶどまり 70% を目標に掲げていました。しかし第1世代プロセスでは 50% から 60% にとどまり、さらに性能を向上させた第2世代プロセスでは目標の3分の1にも満たない 20% と報じられています。ぶどまり 20% とは100個のチップのうち実際に製品として使えるのはわずか20個しかないということです。これでは顧客が必要とする数百万個のチップを安定して供給することはできません。さらに不良品となったチップの製造コストは最終的に発注者である顧客企業の負担となります。この供給不安とコストの問題からクアルコムなどの重要顧客や韓国国内の企業でさえも TSMC に発注先を切り替える事態が発生しました。このような状況の中で日本政府は半導体産業の復活を国家戦略として位置づけました。2022年に発表された半導体デジタル産業戦略では次世代半導体の研究開発を推進する組織が設立され、その実行部隊としてラピダスが誕生したのです。ラピダスの設立にはトヨタ自動車、ソニーグループ、ソフトバンク、デンソー NEC、NTT キオクシア、三菱 UFJ 銀行の8社が参加しました。
これらの企業からの出資額は総額73億円に達し、さらに政府からもポスト 5G 基金事業として700億円の補助が決定されています。なぜ日本政府は今になって半導体産業の復活に本腰を入れているのでしょうか。答えは半導体が製造されている場所にあります。現在世界の最先端ロジック半導体の7割以上が台湾で生産されています。この状態でもし台湾周辺で有事が発生した場合、世界的な半導体供給に深刻な影響を与える可能性があるのです。実際に2021年から2022年にかけて発生した半導体不足では、自動車産業を中心として世界経済に数十兆円規模の損失をもたらしました。このような背景から、日本における最先端半導体製造能力の確立は単なる産業競争力の問題を超えて、国家安全保障の観点からも極めて重要な課題となっています。最近ではチャット GPT のような生成 AI サービスの急速な普及により、高性能コンピューティング向けの先端半導体需要が急激に拡大しています。 AI に利用されている GPU の市場規模は2023年で約6兆円であり、2028年には約25兆円に達する見込みです。ラピダスが目指している最先端の2ナノメートル世代は、この AI 半導体市場において決定的な優位性を持つ可能性があるのです。ラピダスが挑戦している2ナノメートル GAA とはどのような技術なのでしょうか。まず2ナノメートルという数値について理解していただく必要があります。これは人間の髪の毛の直径の約5万分の1、ウイルスよりもはるかに小さな世界での加工技術を意味します。原子レベルに近い精度での製造が要求される、まさに人類の技術力の限界に挑戦する領域なのです。従来の半導体製造ではフィンフェットと呼ばれるトランジスタ構造が主流でした。これは縦方向に立てたシリコンのフィン構造を利用して電流を制御する技術です。しかし2ナノメートル世代では物理的な限界により、フィンフェット技術だけでは十分な性能向上を実現できません。そこで登場するのが GAA、すなわちゲートオールアラウンド技術です。 GAA 技術ではトランジスタのチャネル部分を四方からゲート電極が囲む構造を採用しています。この構造により電流の制御性が飛躍的に向上し、漏れ電流を大幅に削減できるのです。従来のフィンフェット技術と比較してトランジスタ密度を約 30% 向上させながら、同時に消費電力を25から 30% 削減することが可能になりました。 IBM とラピダスの共同研究により開発されたナノシート型 GAA トランジスタでは、1平方センチメートルあたりに約500億個のトランジスタを集積することが可能です。これは従来の7ナノメートル技術の約4倍の密度に相当します。 IBM の研究によれば、2ナノメートルチップは現行の7ナノメートルチップと比較して動作速度が 45% 向上し、消費電力は 75% 削減できる潜在能力を持っています。これはデータセンターの電力効率を劇的に改善し、 AI 処理のコストを大幅に削減できることを意味します。さらに重要な技術革新として裏配線技術があります。従来の半導体では電源供給のための配線がトランジスタの上層に配置されていました。しかし2ナノメートル世代では配線密度が極限まで高まるため、これらの配線がトランジスタ層の下側に配置されるバックサイドパワーデリバリー技術が採用されます。この技術により電力供給効率が向上し、チップ全体の性能が最大 15% 向上することが期待されています。またラピダスの製造プロセスにはゼンマイ様式が採用されています。ゼンマイ様式とは、製造工程のすべての段階で半導体の基板となるウエハーという連板状の板に1枚ずつ電子回路を作り込んでいく方式のことです。従来の半導体製造では工程によってバッチ式とマイオ式を使い分けていました。
バッチ式では複数のウェハーを同時に処理するため、必要な枚数が揃うまで待機時間が発生します。しかし全枚用式では全ての工程において1枚ずつのウェハー処理を行うため、この待機時間を完全に排除できるのです。ラピダスの試算によれば、25枚のロット処理において従来方式と比較して製造時間を 40% 短縮できることが確認されています。この全枚用式プロセスにおいて特に重要な役割を担うのが製造装置です。中でも2ナノメートル世代の半導体製造には欠かせない EUV 露光装置の存在は不可欠でしょう。 EUV はエクストリームウルトラバイオレットの略で、波長 13.5 ナノメートルの極端紫外線を使用した露光技術です。従来の ARF 液晶の光装置の193ナノメートルと比較して約14分の1という短い波長により、格段に微細なパターンの形成が可能になります。オランダの ASML が世界で唯一製造する EUV 露光装置は1台あたり約500億円という高額な装置ですが、2ナノメートル製造には不可欠な存在です。そのためラピダスでは複数台の EUV 装置を導入しました。さらに品質管理の面でも革新的な取り組みが行われています。2ナノメートル世代では原子レベルでの欠陥も不止まりに深刻な影響を与えるため、従来の検査技術では対応できません。不止まりは 70% 以上が業界標準とされており、これを下回ると量産は困難になります。そこで AI 技術を活用したリアルタイム欠陥検出システムが導入されました。製造工程中に発生する微細な異常を機械学習アルゴリズムで即座に検出し、自動的に補正処理を行います。この結果、量産時の不止まりを 90% 以上に維持することが可能になる見込みです。このように最新技術が結集されたラピダスですが、顧客戦略は TSMC のような大量生産型ファウンドリとは異なります。大量生産よりも顧客との密接な協業による付加価値の高い製品開発に注力する方針を打ち出しました。これは AI 半導体メーカーとの共同開発によるアプリケーション最適化されたカスタムチップの製造を重視した結果です。初期顧客としては NVIDIA や AMD などの GPU メーカー、さらには Google や Microsoft などのクラウド事業者向けのカスタム AI チップが想定されています。直近の活動としては、稼働させた試作ラインで不止まり向上、コスト削減、品質安定化、信頼性確保などの技術的課題に取り組み、量産に向けた最終調整を進めています。2027年には月産数万枚のウェハ生産体制を整え、量産を開始する予定です。日本の関連企業、ラピダスの2ナノメートル GAA 量産を実現するためには、世界最高水準の半導体製造装置が不可欠です。幸いなことに、日本には世界をリードする半導体製造装置メーカーが存在し、ラピダスプロジェクトの成功を技術面から強力に支援しています。ここでは特に重要な役割を果たしている3社について詳しく解説していきます。東京エレクトロン株式会社、証券コード8035。東京エレクトロンは世界第4位の半導体製造装置メーカーであり、エッチング装置、精膜装置、洗浄装置などの全工程装置において世界トップクラスのシェアを持つ企業です。特にコータ・デベロッパ装置では世界シェアの約9割という圧倒的な地位を確立しています。ラピダスの2ナノメートル GAA 製造において同社の技術は極めて重要な役割を担っています。 GAA 構造のナノシートトランジスタ製造には原子レベルでの精密な精膜技術が要求されます。同社の ALD 精膜装置は1原子層ずつの薄膜形成が可能で、 GAA トランジスタのゲート酸化膜形成において不可欠な技術なのです。また2ナノメートル世代で採用される裏排水技術では
極めて高いアスペクト比を持つ配線味噌の形成が必要になります。同社のドライエッジング装置は深さと幅の比が100対1を超える微細加工を実現できる世界唯一の技術を持っています。さらにラピダスが採用する全埋容式製造プロセスに対応するため、同社は専用の装置開発を進めています。従来の装置では実現できない高速処理と精密制御を両立させた新世代装置により、ラピダスの単サイクルタイム製造を技術面から支えているのです。千歳市のラピダス工場近隣にもサービス拠点を設置し、24時間365日の技術支援体制を構築しています。スクリーンホールディングス株式会社、証券コード7735。スクリーンホールディングスは半導体洗浄装置分野で世界トップシェアを持つ日本企業です。プリント基板関連装置でも高い技術力を有し、電子産業の川上から川下まで幅広く事業を展開しています。2ナノメートル製造では洗浄工程が重要になります。わずかな汚染や異物も致命的な結果となるため、極めて高精度な洗浄技術が要求されるのです。同社の開発した SPW 洗浄技術は超純水とオゾンを組み合わせた独自プロセスにより、従来技術では除去困難だった軽視レベルの汚染物質も完全に除去できます。特に GAA トランジスタの製造工程ではナノシート間の極狭空間の洗浄が技術的な難題となっています。しかし同社のタイムマルチプレックス洗浄技術では、異なる洗浄液を時系列で切り替えることにより、複雑な三次元構造内部まで確実に洗浄できるのです。またラピダスが重視するサイクルタイム短縮に対しても同社の技術は大きく貢献しています。従来の洗浄工程では1枚あたり15分程度を要していましたが、新開発の高速洗浄システムでは8分まで短縮することに成功しています。この技術革新により、ラピダスの全埋容式ラインにおける全体的なスループット向上が実現されています。同社もラピダスの工場近隣に技術サポート拠点を設置し、現地での迅速な技術支援を提供しています。北海道電力、証券コード9509。北海道電力は火力、水力、原子力を組み合わせ、道内に約 23.5 テラワット時の電力を供給する地域電力会社です。ラピダス千歳工場は量産開始時に必要とする約10万キロワットは道内平均需要の約 2% に相当します。そのため南千歳変電所の新設工事と南早北から南千歳まで 14.4km の地中送電線増設を2025年1月から2027年10月にかけて実施し、約14億円を投じて大口需要を確実に支える体制を整えています。さらに泊原子力発電所3号機の再稼働や LNG 火力の増設により785万キロワット級の総供給力を確保。現当期でも供給予備率 10% 以上を維持する見通しがあり、半導体工場の高い安定稼働を電源面で強力に支援します。加えて2035年度までに再生可能エネルギーを300万キロワット増設する目標を掲げ、気化石電源の比率を引き上げることで環境配慮型のクリーン電力を半導体製造に提供します。このような同規模インフラ強化と環境戦略により、ラピダスの2ナノメートル GAA 量産は島内でも安定的かつ持続可能に推進されます。いかがでしたか？人工知能が私たちの生活を劇的に変えている今、国内での2ナノメートル半導体製造は社会全体のデジタル化を加速させる原動力となります。国内製造業の活性化は日本経済全体にも大きな波及効果をもたらすでしょう。しかし道のりは決して平坦ではありません。2ナノメートル製造のぶどまり工場、製造コストの削減、そして何より優秀な技術者の育成という課題が山積しています。TSMC は
2025年内にも2ナノメートル量産を開始予定であり、サムスン電子も2026年の量産開始を目指しています。この激しい競争の中でラピダスが2027年の量産開始目標を達成できるかどうかは、日本の半導体産業の未来を左右する重要な分岐点となります。政府の 1.7 兆円という巨額投資が実を結ぶかどうかは、まさにこれからの3年間にかかっています。日本の製造業が培ってきたものづくりの精神と最先端のデジタル技術が融合した時、どのような新たな可能性が開かれるのでしょうか。私たちは今、歴史的な技術革新の瞬間に立ち会っています。ラピダスの成功は、日本が再び世界の技術革新をリードできることを証明する機会です。1980年代の半導体で栄華を極めた日本の復活を、私たちは目撃することになるのかもしれません。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。